元気ですか？元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野貴彦です。今回のテーマは剣上体術利合の一致。ということで今回は剣上体術利合の一致というテーマです。今回はですね追肥師範にこれを実演してもらいました太田愛樹修練道場でございますが、そこでですねいろんな話をしながら王先生の技を残していこうねということでねやっていった中にあるんです。王先生は昭和17年ですか岩山の里に移られまして、そして合気道の修行をしていったんですね。昭和44年に天に召されるまでに完成させたテーマの中にあるんですよ。この剣上体術利合の一致っていうのがあるんですね。全て乗っ取ってるんです。ここに体術に迷ったら剣上に行け、剣上で迷ったら体術に戻れ、こういった口伝はあるぐらいですね、必ず一致しているんです。それをですねお届けしたいと思います。なぜそうなっているのか、なぜここがその剣のこれに、リンクするのかということをですねしっかりと皆さんの頭の中に叩きつけていただきたいと思います。それではですね追肥師範が実践をしておりますのでその模様をご覧ください。どうぞ。今回のテーマは、剣上体術利合の一致ということなんで一つよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。基本的なものからですねお伝えをさせていただきたいと思うんで一挙をベースにやっていただけますか。はい、承知しました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ片手取りの一挙からやっていきます。まず手開いて気を出したら相手を崩すんですがぐーっと横へ崩します。横ですね。横へ崩したらこの足パッで手はへその前です。動くときはね必ず手はへその前を動いています。手はへその前を動いていかないと相手の体を動かすことはできません。これでへそところがこれへその前でずーっと動いていきますね。崩すことができますからね。次相手の手を取ったらグッと返していきます。スーッときてへその下ですね。相手の肘をへその下。このままでは不十分なんで腰の回転を入れます。スッと必ず腰の回転。この時に腰が十分ひねれてないとダメです。ガシッ、それで腰が十分ひねれると次の足を十分前へ出すことができるんですね。この足を出すことができる。その時腰にドンと自分の腰に脇腹ドンとぶつけてそうですね。押さえてもらったらね、もうこれ引っ掛けることはできないんですけどね、この膝を脇にしっかり突っ込むんですね。これね、そうすると動けなくなりますからね。手はなるだけ外へ引けばいいです。はい、さあへその前をずーっと動いてる、ね、へその前スーッと動いてぐりぐり、ここから腰の回転です。ギシッと腰の回転、ここですね。グリンと次の足が出ますからね。この時に腰を脇腹でドンとぶつけるんです。カウンター気味がいいですね。で肩と腕の線一直線になるように、ここに膝をしっかり突っ込むんですね。脇それで動けなくなりますからね。まっすぐですね。今の腰が剣術でもそのまま使います。それを剣上体術利合の一致ということで伝わってます。じゃあ剣術をやってみます。やります。します。いきますよ。はい、受けてください。はい。これもう少しこっち、払われるんです。これ払ってください。払ったらこの払われた勢いをそのまま使って相手の胸元を突き込んでいくんですね。
その時のこの腰スーッと一挙でグッと持ってきて前へ進んでいく。でこの腰になります。丸岸体術と剣術が同じ腰で成立してくるんですね。もう一度やってみますか。します。払ったらここからこうなります。この払われた腰、ここから腰の回転を使って突き込んでいく。これが合気剣術に伝わってる、ね、突き方になります。はい、そしたら次、上術、ね、お願いします。やっぱり上術でも先ほどの一挙の腰、それが使われてます。はい、します。はい、はい、ついてください。はい。で、ここからです。いいですか。はい、ついてください。ね、この腰、スパッ。こうですね。これ。ここから、こうなります。ね。もう一度いきますね。お願いします。はい、ここから、ね、ここからですね。この腰。こう払った後、ここから前へ突き込んでいるこの足。バーッ。こうですね。ここで剣上体術居合の一致が立証されるっていうかね、全てつながった剣術上術体術がつながった一つの合気道になってる。そういうことはこれで立証されたと思います。まとめると腰の回転ですね。スーッと腰の回転で後ろの足が前へ出るような腰の位置へ持っていくわけですね。スッと持っていく。そうするとこの次の足が出ますから、次の足、これが合気道でいうところの一挙の前へ進む方向になるんですけど、この一挙へ進む方向っていうのがものすごく強い力を持ってる。合気道を始めて最初に気づいたことなんですけど、それがどうしてそこに力が生まれているのかは分かりません。ただ最初からそう感じているんですが、ものすごいそこに力があるなということを感じてやってます。もう一度やってみますか。お願いします。ここからさっさっでこのままこっちに出ると動かないんですけど、ね、この角度でも動かない、この角度でも動かない、何しても動かないんです。ところがこれね、この角度だけ1点しかないです。その角度は、その角度が自然にもう出るようになるまで、出せるようになるまで稽古を積むということですね。稽古の必要性です。いつでもその角度へ進むことができる。そうなるまで稽古っていうのは積むことが大切なんじゃないかと思ってます。ゆっくりやりますね。半身の力、どんな力が生まれるかということをちょっとやってみたいと思います。以前相撲を見てて、若乃花と貴乃花すごく強かったですけど、ね、その2人がやってた私が見て感じたこと、こうやって私が見えたことをやっています。ね、すっとこう手を伸ばして、ね、でこれで半身の方向へ押していくんですね。そう倒れるんですね。こういったようなテクニックも私の目にはそういうふうに見えてました。このままこう押すとびくともしないですけどね。ところがこう力抜いてスッ手を伸ばして、これで半身の方向へ進むだけで倒れていくんですね。半身にこんだけの力があるんだということが分かるかと思うんですけども。元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野貴彦です。よろしくお願いいたします。バカさー
す。